目の下のたるみに関してはですね、眼輪筋のこの特にここ部分を鍛えないと改善しません。これは普段普通に生活しているだけでは無理ですね。あえて鍛えないとダメです。こんにちは、おきゃんまもこと加藤ひとみです。私自身はですね、目の下のたるみを自分で改善することができました。でその方法を今までも動画でお伝えしてるんですけれども、長くやってもなかなか目の下のたるみが改善しないっていう方はですね、考えられる原因としてはやり方が間違っています。で今日はですね、さらに詳しくどのようにすればしっかり目の下のたるみを改善することが本当にできるのかというところを中心にお伝えしたいと思います。これ分かりますか？お顔の頭蓋骨と、あとここに筋肉がありますね。これ眼球の入る穴、これ眼窩と言います。それを保護している脂肪があるわけですね。その脂肪が内側から外側に出てくるんです。それが目の下のたるみですね。こう触ってみてください。目の下のたるみが気になる方はちょっと触ってみましょう。これがこの目の保護している脂肪を感じているわけですね。通常ですとですね、このように目の周りを取り囲んでいるこれ眼輪筋ってありますね。筋肉あるんですけれども、この筋肉が強ければ内側からこう出ようとする圧力に負けないんですね。でもですね、加齢とともに体も同じように筋肉緩くなってきます。鍛えないと緩くなってくるのと同じように、この目の周りの筋肉がですね、だんだんと弱くなって緩んできて薄くなってきますね。で特にこの下部分、丸い形のこの下部分ですね、この下部分が緩むと内側からこう出てくる圧力に負けてぽっこりと目袋となって現れてくるわけですね。でこの眼輪筋はですね、普段はほぼ鍛えられることはありません。意識して鍛えないとどんどんと弱ってくる部位になりますね。で眼輪筋は丸いですけれども、これが弱ってくるともちろん目の下のたるみも出てきますし、眼輪筋自体の形もこう流れていくような感じになって目も下がってきますよね。表情筋と皮膚というのはもう密着している状態です。表情筋に関しては皮筋って言って皮の筋肉、要するに皮膚と筋肉が密着しているので、筋肉が下がれば皮膚も下がります。なので顔の筋肉全体を鍛えることがとても大事なんですね。特に目の下たるみですね、目の下のたるみに関してはですね、眼輪筋のこの特にここ部分を鍛えないと改善しません。でこれは普段普通に生活しているだけでは無理ですね。もうあえて鍛えないとダメです。その方法をね、しっかりと今日はお伝えしたいと思います。今までも実践いただいているかもしれません。もう一度ですね、確認を一緒にしていきたいと思います。はい、軽く下を噛みまして、この眼輪筋の下部分を引き上げます。はい、軽く下を噛む理由分かりますか？顔の下半分の力を抜くためですね。このですね、小さなこの細かいこの部分をですね、引き上げようとすると、今までやったことない動きの場合はつい顔の下半分に力が入ってこういうふうに口で上げようとしちゃうんですね。こんな感じでね、極端に言えばね、こうならないように目の下だけに集中するために、顔下半分の力を抜くために歯の間に舌先を軽く噛むようにします。なぜ舌先を噛むと、歯で噛むと力が抜けるかというと、力が入ったら舌を噛んで痛いですよね。軽く舌を出して歯を食いしばらないようにするために、それが感覚で自分で力が入ったっていうのが分かるように、事前に分かるように噛みます。そうすると自然とですね、顔の下半分が脱力しますので、この上側に集中することができるんですね。はい、軽く下を噛んで、ここから下は抜けましたよ、力がね。その状態でここを上げます。意識すべきところは下まつげの生え際あたり、そこを1ミリでいいので動かしましょう。でやっぱりですね、鏡がいいですね。この動きを完璧にマスターするまでは鏡を見ましょう。はい、鏡を見て、この下まつげの生え際が1ミリ上がっているか、上げて下ろす。でこの時に力が入りすぎてほっぺたと一緒に、これたまにこういう方がいますね。舌を噛んでても頬の力を使ってますね。頬のこの辺りを使ってますね。
ここを使わないです。この眼輪筋のここですね。ここですね。触ってみましょうね。はい。ちょっとウインクしてみましょうか。指を置いてウインクウインク。でこの時に筋肉が指に感じられますね。筋肉の動きがね。片方ずつちょっとウインクしましょうね。こうすると分かります？ウインクウインク。ムニとこう指に感じますよね。何かが。これ丸いの分かりますね。形が丸いんですよ。これ眼輪筋ですね。先ほどお見せしたここの部分を感じているわけですね。でこの筋肉のこの下部分ですね。ここを意識してで動かすのはここの下まつげの生え際あたり。そうするとこのあたりがすごく鍛えられていきますね。この動きは普段しない動きですよ。あえてトレーニングしないとここは鍛えられませんからね。なのでとにかく今日から始めること。そうするとまずはストップすることができます。これ以上出てくるのをね。だからすぐすることが大事です。はい、軽く下を噛んであげますよ。上げて下ろす、上げて下ろす。はい、今日はですねこの動きをしっかりとマスターしていただきたいと思います。ですので今日も目の下のたるみ専用顔ダンスということで2曲一緒に頑張っていきましょう。最初の曲はちょっとゆっくりめで動かして次の曲は早くいきますよ。で顔の下半分の力をまず抜いてそして軽く下を噛みますね。はい、そしてちょっと難しい方は上を向いて眩しい目をしてみましょう。眩しい目をして眩しい目をしてこういう動きですね。眩しい眩しい、この感覚を掴んでくださいね。真正面向いてこのまつげの生え際をしっかりと上げるようなイメージで大きく動かなくていいです。最初はですねほとんど動かなくてもいいんです。意識するだけでいいですよ。目安はですね今の時点で全く動かなくても毎日やれば1週間目でなんとなく動けるような感覚が身についてきます。そして1ヶ月もすればちゃんと目に見えて動くのが確認できます。ただしですねここの頬の部分でこうすると何年もこれやっても目の下のたるみは改善しませんよ。頬の筋肉を使ってますからね。先ほど確認しました筋肉を意識してください。そして目の下のたるみのできる部分、それよりもちょっと上のまつげの生え際、ここを動かすような気持ちですると眼輪筋が鍛えられていきますよ。はい、それでは行きましょう。はい、軽く下を噛みます。顔の下半分の力を抜きますよ。目の下の部分に意識を集中して、はい、上げて上げて下ろす。この動きをずっとやっていきますよ。頑張りましょう。上げて上げて確実にまつげの下まつげの生え際ですよ。下まつげの生え際が動くように頑張りましょう。上げて下ろす、上げて下ろす。できるだけですね上まぶたを降りないように一定のラインでねキープして上げて下ろす。ゆっくり確実に一回一回確実に上げましょう。Just watch me break it. 上げて下ろす。上げて下ろす。上げて下ろす。はい、眼輪筋の下まぶた部分ですね。そこを鍛えていますよ。Playing games
上げて上げて下まぶたに集中しましょう。先ほどの曲ではゆっくり確実に上げていきましたね。はい、次はですね、ちょっと早めにいってみましょうか。もしも今のゆっくりでもまだできない方は次に進まないでくださいね。先ほどの曲をリピートして確実に上げていってください。で、それが完全にできるようになってから次の曲やってくださいね。一緒に行きましょう。はい、舌を噛んで、軽くでいいですよ。軽く舌を噛んで下まぶたに集中していきますよ。さっきよりもちょっと早くなりますからね。舌を噛んで上げますよ。上げて下ろす、上げて下ろす。1、2、1、2、1、2。早くなっても確実に上げてください。で、抜かなくても意識するだけでもだんだんと動くようになりますから大丈夫ですよ。とにかく顔の下半分の力を抜くように意識してください。はい、上げますよ。上げて下ろす、上げて下ろす。動かしにくい方はご自身でちょっと指でこう勢いをつけて私と同じようにやってみてくださいね。1、2、こんな感じでイメージしてください。続けますよ。頑張りましょう。お疲れ様でした。いかがでしたか？で、目の下のたるみの改善にはですね、下まぶた、先ほど言いました眼輪筋の下部分ですね、ここをしっかり引き上げて鍛えていくことと、もう一つは頬を上げるっていうのがありますね。頬を高くする動きですね。それはですね、また動画の説明欄にリンク貼っておきますので、それはそれでちょっとやってみてくださいね。でもその頬を上げるよりもまず何より大事なのはこの目の下の部分を鍛えることですね。ですのでまずはこちらをしっかりと確実にできるようにしておいてください。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。オキャンマムの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。オキャンマムでした。